こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今回はなぜ人は矛盾したことを言うのかについてお話しします。あれ、この人、前と言っていたことが違うなと感じることは、多くの人が経験することだと思います。そんな時、この人いい加減なのかしらと思ってしまうこともあるかもしれません。でも実は人が矛盾したことを口にするのはきちんとした理由があるからです。今回は心理学的視点からその理由をいくつかご紹介していきます。まず一つ目の理由は心の中の葛藤です。人の心って白か黒かでは割り切れないものがあります。例えば転職を考えている人がもう今の仕事は辞めたいと言っていたかと思えば、数日後にはでもこの会社も捨てたもんじゃないわねと話すことがあります。これ嘘をついているわけではありません。心の中で変化への期待と安定への執着という2つの気持ちがせめぎ合っているんです。恋愛でもそうでしょう。もう別れたいと言っていた人が翌日にはでもやっぱり好きかもしれないとつぶやきます。本人の中では相手への不満と別れることへの寂しさが同時に存在していて、どちらも本当の気持ちなんです。こういう状態を心理学ではアンビバレンスと呼んでいます。さらに自分の考えが発展途上にある時も矛盾は生まれやすいです。新しい情報に触れたり、経験を重ねたりする中で人の考えは少しずつ変化していくものだからです。これは成長へと向かう途中の自然な姿と言えるでしょう。2つ目の理由は傷つくことへの恐れです。人は本音をそのまま口にしたら自分が傷つくかもしれないと感じたとき、無意識のうちに言葉を選び直すことがあります。例えば上司からこのプロジェクト君に任せたいと声をかけられたとき、本当は自信がないからやりたくなくても喜んで引き受けますと答えてしまうことがあります。でも後日同僚には実はあまり乗り気じゃないと本音をこぼすんです。これは嘘をついているというより、上司との関係を壊したくない、評価を下げたくないという恐れから生まれる防衛的な反応です。矛盾した発言は心を守るための一種のクッションとも言えるでしょう。3つ目の理由は空気を読む心です。人は社会的な生き物ですから、その場に応じた発言を選ぶのはごく自然なことです。この適応力は人間関係を円滑にする大切な力ですが、一方で矛盾した発言を生み出す要因にもなります。例えば、ある会議では、新しい企画にはリスクが大きすぎると慎重な意見を述べていた人が、別の場ではチャレンジすることが大事だと前向きな姿勢を示すことがあります。この矛盾は本人としてはその時々で最善だと思う選択をしているからです。保守的な上層部の前では慎重さを示し、若手のチームの前では前向きな姿勢を打ち出すことで、それぞれの場にふさわしいコミュニケーションを取ろうとしているんです。心理学ではこのような使い分けを印象管理と呼びます。
4つ目の理由は都合の良い解釈です。人は誰もが自分にとって都合の良い情報を信じたい一方で、都合の悪い情報から目を背けたくなる傾向を持っています。こうした心の働きが矛盾した発言を生み出す一因になることもあるんです。例えばダイエット中の人が甘いものは食べないと宣言していながら、週末にはケーキを口にしていることがあります。その時本人は、今日は特別な日だからこれくらい大丈夫でしょう、明日からまた頑張ればよいと自分なりに理由をつけて納得しようとします。これは心理学で正当化や合理化と呼ばれる認知のプロセスで、自分の行動と言葉の食い違いを埋めるために後から都合の良い説明を作り出している状態だと言えます。投資や買い物の場面でも似たようなことが起こります。無駄遣いはしないと話していた人が高額な商品を購入した際に、これは投資だから、長く使えるから結果的にお得なんだよねと理由付けをすることがあります。ここには確証バイアスと呼ばれる心理現象も関わっているのでしょう。確証バイアスとは、自分の考えや判断を支持する情報ばかりに目が向き、反対の情報を見落としてしまう傾向のことです。その結果、客観的に見ると矛盾しているように思えても、本人の中では筋が通っているように感じられるんです。5つ目の理由は、感情の嵐によるものです。強い感情に包まれているとき、人は落ち着いて物事を考えることが難しくなります。例えば、喧嘩の最中です。激しい怒りの中で、もう二度と顔も見たくないと言い放ったかと思えば、少し後には、どうして分かってくれないのと相手の理解を求めてしまうことがあります。これは嘘ではありません。怒りと寂しさ、拒絶とつながりへの欲求が同時に心の中に存在しているからです。感情が強まると、理性による整理が追いつかず、心の揺れがそのまま言葉として外に出てしまうんです。感情が落ち着けば、少しずつ理性的な思考も戻ってくるでしょう。ということで今回は、人が矛盾したことを口にしてしまう理由について、いくつかの視点からお話ししました。矛盾の背後には、揺れ動く気持ちや心を守ろうとする無意識の働き、社会に適応しようとする努力、そして感情の波などが潜んでいることが少なくありません。もし誰かの矛盾した発言に出会った時には、すぐに信用できないと決めつけるのではなく、この人の心の中では今どんなことが起きているのかしらと想像してみてください。そうした姿勢が相手への理解を深めてくれるでしょう。そして自分自身の中にある矛盾にも寛容になってください。前と言っていることが違うと感じたとしても、自分を責める必要はありません。それはあなたが変わり続けながら、さまざまな感情とともに生きている証でもあるからです。人の心は白黒はっきりつけられるほど単純なものではありません。だからこそ私たちは迷い、揺れ動き、時に矛盾を抱えながら生きているんです。その複雑さこそが人を豊かで
興味深い存在にしているのでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。